皆さんこんばんは、さやらです。今回はブレイブリーデフォルト2の序盤からできる簡単なジョブポイント稼ぎの方法についてご紹介しようと思います。このチャンネルは攻略裏技検証系を扱っています。チャンネル登録お願いします。今回の方法は本当に完全に序盤からもできますし、一番効率がいいのが2章に入ってのシーフにジョブチェンジできるようになってからが一番効率が良くなってきます。どうやらジョブポイントは序盤でも終盤でもほぼ稼ぎには変わりがなくって、どこでやっても同じように稼げます。そのため、早いうちからやっても全然問題ない部分になります。例えばボス戦とかは強いキャラクターにジョブチェンジして戦いたいと思うんですが、それまでに他のジョブの育成が終わってないとなんか気持ち悪いとか中途半端になると思うんですね。あと一番大きいのが、すっぴんに関しては他のジョブがマスターになっていると一気に成長していくジョブになってるみたいで、今このステータス見てもらうと分かるんですが、こんな感じですっぴんだけ異様に強いんですよね。あともう一つは魔物使い。これは敵モンスターを捕獲すればするほど能力値が上がるってことで、これも一緒にやっていてこんな強くなってるって感じです。まずは開始直後からできるっていうところで言うと、スタート地点の右下の部分、海岸沿いのところにいるサハギンっていうモンスター、これいると思うんですが、これになります。これを図鑑で見ますと、これですね。落とすアイテム、美味しいお魚ってあると思うんですよ。これを使うと、普通はモンスター同士がある程度近寄った時に連戦となる、あの効果が敵1体接触するだけで勝手に連戦が始まるっていう感じになります。それでは実際にちょっとやってみます。近づいてるんで連戦にならないように、こんな感じで今1グループの接触だけになったんですが、これをこんな感じで敵のシンボルが複数なくてもどんどん連戦していくっていう効果があります。で今シーフで盗みながら戦っているんですが、これを使ってまた美味しいお魚をゲットしようと。4回目に入ったんですかね。これ獲得アイテムなかったんですが、盗むで取得してればラッキーぐらいですね。これをどんどん繰り返していくと、敵モンスターはどんどん復活してきますので、それを使ってアイテムの効果が切れるまでずっと繰り返すと。これ盗むをしてますけど、別に盗むをしなくて普通に戦っても全然問題ないです。できれば難易度はハードがいいですね。今キャラクターの周りにこのキラキラ光るモヤモヤみたいなのが出てるんですが、これが出てる間が効果が続いてるっていう感じになります。戦闘後の報酬を見てもらえば分かると思うんですが、ジョブポイント大体100ぐらい手に入っていると思います。これは出現するモンスターによって全然変わってくるので、毎回100ってわけではないんですけれども、それでも普通に接触してエンカウントをして獲得するっていうのに比べると、1回で3回か4回ぐらい戦えることになりますので、かなりの効率で稼げるようになると。さらに連戦として倍率もかかってくるので、そういう意味で稼ぎスピードが一気に上がるっていう感じになります。でサハギに関しては美味しいお魚が取れますので、戦いながらさらに取れてっていうので、うまく繰り返せればずっと連戦を狙っていけるっていう感じになります。でその時の注意点ですけれども、もう難易度はハードにしてください。一応美味しいお魚はレアアイテムになっていますので、難易度が低いとかなり出にくいです。
ジョブポイントはこの方法で一気に稼げるんですけれども、経験値に関しては先に進んで強い敵と戦った方が稼げます。進んだ先の敵がかなり強くって簡単に倒せないような敵だったら、もちろん少し手前でこの連戦方法を使った方がいいんですけれども、やっぱり進めば進むほど1回の戦闘でもらえる経験値って600とか1000とか多分なっていくので、ここで100とかもらっても全然効率は悪いです。あくまでもジョブポイント稼ぎとして考えてもらえるといいと思います。シーフを入れて盗みながら、もしくは分取りしながら戦うことで簡単に元の所持数よりも増やすことができます。先ほど10から使って9に落ちたんですが、1回の戦闘で3個もらいました。こんな感じでどんどん増やすことができるので、できればシーフになれるようになって、かつシーフのジョブレベルをマックスまで上げてからやるといいと思います。あとついでにやっておきたいのが、魔獣使いのステータス向上のために捕獲ですね。手なずけるっていうサポートアビリティがありますので、これをセットして戦いながら捕獲もするっていうのをやっていくとさらに良くなってきます。最終的にすっぴんの方が強くなるのか魔獣使いの方が強くなるのかわからないんですけど、それでも私の今この状態ですっぴんとほぼ並んでいる感じですね。こんな感じです。若干魔獣使いの方が強いぐらいのステータスになっていますね。最終的にもっと強いジョブが出るかもしれないんですけど、どんどん蓄積して強くなってくるタイプなので、すっぴんと魔獣使いっていうのは少なくてもある程度のところまでは一番強いキャラクターだと思います。例えばこの辺の近距離系のジョブと比べてもステータスが圧倒的に高いんですね。なので魔獣使いの育成のためっていうところで手なずけるも入れた方がいいと思います。サハギン以外におすすめなのがスピリッツです。こちらもレアアイテムなんですが、飼料のスープっていうのを落とします。これを使うとスピリッツが寄ってきてまた連戦になるっていう感じになります。でスピリッツの居場所ですけれども、スタート地点から上の方ですね、一番上まで行っていただいてこの中に入ります。まだ攻略してない方は先に進んで同じところまで行って確認していただきたいんですが、このワープポイント入ってもらってそのまま上に進みます。ここに今見えてないんですが、ここにまず1体出ます。で上に見えてるここに1体、あとはここら辺に1体、ここら辺に1体、こんな感じで出てきたやつをどんどん倒していくと、4体ぐらい出てくるので、ちょっと進むともう1体いるんですけど、4体をぐるぐる回っている感じでどんどん稼げると思います。ここだと多分尽きることはないんじゃないかなと思いますね。効果が切れる前に新しいものが手に入ってっていうことができるはずなので、ずっとここで稼ぐことができます。バトルスピードは最大にしてやった方がいいですね。こんな感じで盗みながらやって手なずけるもつけていくと。250とか言ってますね。もちろんこれは敵の種類によって敵の数によって変わってきます。なので必ずこういうのが取れるかっていうとそうでもないんですが、200ぐらいは安定して取れるかなっていう感じですね。ちなみにこの1体目の場所のこれ行く方法もし知ってる方いたら教えてください。まだ行けないのか、何かギミックできるようになるのか。この上に宝箱があるんですが、それがどうしても取れずで、何か情報を持ってる方いたらコメントで教えてください。スピリッツを使った連戦の稼ぎなんですが、スピリッツの数が多くって回しやすいっていうのが一つあるんですが、それ以外のメリットとしてもう一つあります。これはもう好み分かれると思うんですが、このマップを一度外に出ます。
そうすると、ここに炎のついた馬っていうんですかね。ないな。こいつです。こいつがいると思うんですが、このモンスターは、同じ飼料タイプなんですが、落とすアイテムに速度上げまんじゅうっていうのがあるんですね。なので、スピリッツと戦って、しばらく湧かない時間帯ってあると思うので、そういう時に戻ってきて、このホーファーっていうのを倒して、速度上げまんじゅうを狙うといいと思います。移動結構長いのでめんどくさいんで、スピリッツだけでいいよって方もいると思うんですが、速度を上げるってかなり強くなりますので、まだ私も育成途中です。こんな感じで今、90近く差がついていると思うんですが、めちゃくちゃ速くなります。どこまで上げられるかっていうのを今試していて、ある程度固まったらまた別動画にして公開しようと思うんですが、こんな感じで速度を上げるステータス強化を狙っていけるっていうのもあります。なのでサハギンを狙うよりかは、ここまで来れるようでしたらスピリッツを狙っていくのがいいのかなと思います。あくまでも序盤の稼ぎ方ですので、いろんなジョブが使えるようになったりとか、装備が整ってくるともっといい稼ぎ場所あるかもしれないです。ただここだったら戦うのみで特別な技とか使わずに倒していけるかと思うのでおすすめです。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークお願いします。私たちもたまに出るので見てください。